こんにちは。今回の動画では、ビジネスの世界における最も重要ながら見過ごされがちな要素の一つ、信頼という無形資産について深く掘り下げていきます。組織内での信頼は単なる感情的な要素ではなく、組織の成功に直結する重要な要素です。しかし、この信頼が一度損なわれると、それを取り戻すのは非常に困難です。この動画では、信頼が組織にどのような影響を与えるのか、そして信頼が失われる原因と、その兆候、さらには組織内の信頼を高めるための実践的な方法について詳しく見ていきます。組織のリーダー、マネージャー、そしてチームメンバーとして働く、すべてのビジネスパーソンにとって、このトピックは価値のあるものだと思います。それでは、信頼という無形資産について掘り下げていきましょう。信頼の重要性と、その影響、組織内での信頼は、企業経営にとって、とても重要です。信頼は、組織の効率性、生産性、そして、従業員の満足度に、直接影響を与える無形資産です。信頼がある環境では、チームメンバーは、より自由に意見を交換し、創造的なアイデアを共有しやすくなります。これにより、イノベーションが促進され、組織全体の成長につながります。一方で、信頼が欠如している環境では、コミュニケーションが阻害され、従業員のモチベーションが低下します。これは、プロジェクトの遅延、生産性の低下、さらには優秀な人材の流出につながる可能性があります。組織の経営者やリーダーとしては、このような状況を避けるために、信頼を築き、維持することが非常に重要です。信頼は、組織の文化を形成し、チームの結束力を高める要素としても機能します。信頼感が高い組織では、従業員は自分の仕事に対してより大きな責任感を持ち、組織の目標達成に向けて積極的に貢献しようとします。信頼を損なう要因とその影響。組織内で信頼が損なわれる原因は多岐にわたります。これらの要因を理解し、適切に対処することが、信頼を回復し、組織の健全な運営を保つ鍵となります。まず、コミュニケーションの不足が大きな要因です。透明性の欠如や不十分な情報共有は、誤解や不信感を生み出し、組織内の信頼感を損ないます。また、上層部の意思決定が一方的であると、従業員は自分たちの声が聞かれていないと感じ、組織への信頼を失います。次に、不公平や不正が存在すると、信頼は大きく損なわれます。公正な評価や報酬体系が確立されていない場合、従業員は不満を抱き、組織に対する信頼を失います。また、経営陣やリーダーが不正行為に関与していると、その影響は組織全体に波及し、信頼の回復は非常に困難になります。さらに、組織の変化に対する不適切な対応も信頼を損なう要因となります。組織の再編や方針の変更が突然かつ説明なく行われると、従業員は不安を感じ、組織への信頼を失います。変化を管理する際には、従業員との対話と理解を深めることが重要です。組織内の信頼が失墜している兆候。組織内で信頼が失墜しているかどうかを見極めることは、問題の早期発見と対処に不可欠です。信頼の低下には、いくつかの明確な兆候があります。まず、従業員のモチベーションの低下が顕著な兆候です。信頼が失われると、従業員は自分の仕事や組織に対する情熱を失い、その結果、生産性が低下します。また、従業員の間でのコミュニケーションが減少し、チームワークが崩れることもあります。次に、高い離職率も信頼の失墜を示す重要な指標です。従業員が組織に対する信頼を失うと、他の職場を探し始めることが多くなります。特に、優秀な従業員が去っていくことは、組織にとって大きな損失です。さらに、内部の不満や不平が増加したため、組織内の活発な議論が行われなくなったことも、信頼の低下を示す兆候です。
従業員が組織の方針や管理に対して不満を持ちながらも自分の意見を組織に失望して表明しなくなり、静まり返った職場は組織内の信頼が脆弱になっている証拠です。組織内の信頼を高める実践的方法。組織内で信頼を高めるためには、具体的で実践的なアプローチが必要です。信頼を構築するための鍵は、透明性、コミュニケーション、そして一貫性にあります。まず、透明性の確保が重要です。組織の意思決定プロセスを明確にし、従業員に情報を公開することで、信頼を築くことができます。透明性は、従業員が組織の方向性を理解し、それに対してコミットメントを持つための基盤を提供します。次に、効果的なコミュニケーションが不可欠です。組織の経営者やリーダーは、従業員とのコミュニケーションを通じて、彼らの意見や懸念を聞き、適切に対応する必要があります。これにより、従業員は自分たちの声が聞かれ、尊重されていると感じることができます。また、一貫性のある行動も信頼構築には欠かせません。経営者やリーダーが言ったことと行動が一致していることを従業員が確認できれば、信頼感は自然と高まります。一貫性は予測可能性を生み出し、従業員が安心して働ける環境を作り出します。まとめ、今回の動画では、組織内での信頼の重要性と、それを損なう要因、そして信頼を高めるための具体的な方法について探求しました。信頼は、組織の成功にとって不可欠な無形資産であり、その構築と維持は組織のリーダーにとって重要な責務です。組織のリーダーは、組織内の信頼が失われている兆候にいち早く気づき、それに対処することが重要です。透明性、効果的なコミュニケーション、一貫性のある行動が信頼を高めるための鍵となります。組織のリーダーとして、また組織の一員として、私たちは常に信頼を築き、維持するための努力を続ける必要があります。信頼は一朝一夕に築かれるものではありませんが、一貫した努力により、組織内の信頼感を高め、より強固なチームを構築することができます。この動画が皆さんが信頼という無形資産を構築し、ビジネスの成功に役立つことを願っています。ご視聴いただき、ありがとうございました。